もうしっかりこうジュポジュポ奥までギューって感じでやるっていうところですかね。たまんないですね。接客の流れとかってどんな感じで？はじめましてっていう風にあって、乗っかって、じゃあ本日は元ピンサロンで働いていた、元ピンサロンのちくびさんにインタビューさせていただきます。お願いします。はい、ちくびさんお願いします。ちくびさんがピン働かれてたのっていつぐらいの話ですかね？ちょうど1年前の1月から5月までそんぐらいですかね。おお、なるほどなるほど。ちなみにピンサロンっていうのはどういった風俗ですかね？ピンは、まず他の風俗と大きく違うところが、本番行為はまずできなくて、あとスマタもダメで、基本的に口でこう抜くか、あと手でこう抜くのどっちかっていう感じですね。で、シャワーとかそういうのがなくて、おしぼりでこう男性のあそこをこう拭くって感じなので、衛生面とかはちょっとあんまり良くないなっていう感じですね。なるほどなるほど、ありがとうございます。ピンサロンっていうのはどういったお客さんが、どういった客層が多いんですかね？そうですね、結構幅広い年齢のお客さんが来てて、若い人だと大学生の人とか、あとはその年上行ってるともう本当におじいさんみたいな感じの人もいるし、でもメインはだいたい30代から40代くらいのなんか中年のいわゆるおじさんみたいな感じの人が多いかなっていうイメージですね。なるほど。なんでそういった若い人とかそういった、おじさんとか幅広く来てるようなのがピンサロなんですかね？そうですね、やっぱり他の風俗と比べると、安く利用できるからっていうところがあるのかなって思います。なるほどなるほど。価格って大体いくらぐらいで利用できるんですか？そうですね、一番安い時間帯で4000円とかで、フリーで、誰でも女の子がついていいよみたいな感じで、あとは女の子指名とかすると、プラスアルファでお金がかかってきて、7000円、8000円、9000円とか、でも1万円いかないくらいで遊べるかなって思います。安いっすね。それで時間どれぐらい遊べる感じなんですか？基本的に30分で、長いと1時間とかなんですけど、だいたい30分で終わるお客さんが多いかなって思います。じゃあ最安で30分で4000円くらいで遊べちゃうって感じですか？そうです。プラスアルファで学割とかあると、もうちょっと安く済むってこともあるかなって思います。だいぶじゃああれですね、薄利多売じゃないですけど、服界のなんかユニクロじゃないですけど、すごいですよね。そうですね、もう本当にその分衛生面が汚かったりとか、っていうとこあると思うんで、それはプラマイあるかなって思います。じゃあデメリットとかやっぱあるけど、それ差し引いても安いから割とじゃあお金がない学生が来やすいっていうイメージになるんですかね？そうですね、それこそさっきも言ったように、学生さんは学生証を見せると学割が効くので、その分安く手軽に遊べるのかなって思います。逆に年配の方とかってどういった理由で来ることが多いんですか？お金がないとかなんですかね？年配の方は本当やっぱそれこそ多分年金で暮らしてるぐらいの年齢の人とかも来てはいるので、やっぱりその働いて収入を得てっていう感じではあんまないかなって思いますね。なるほどなるほど。そうかそうか。じゃあ普通にね、今の時代にめっちゃマッチしてますよね。お金稼げない時代にこういったなんか手軽に利用できる風俗。そうですね、やっぱりそうだと思います。ピンサロには花びら回転というならではのルールがあるっていうのを聞いたんですけど、どういったやつなんですか？そうですね、私がやってたお店では花びら回転なかったので、人から聞いた話なんですけど、なんかですかね、短い時間で女の子が交代して複数人の女の子と
一緒にこう遊べるみたいな感じですね。ああ、低料金でまあ女の子とじゃあこうやって接して、次の女の子がまた10分後ぐらいに来るような感じ。そうですそうです、そんな感じですね。あ、面白いですね。で4回転とかあるお店もあるって聞いたんです。そうですね、4回転とかある店だと本当にもう女の子がもうちょっと少し短めの時間ずつこう4人来るみたいな、そんな感じです。あ、なるほど、コスパのいい遊びができて、すごい面白いですね。そうですね、安く多くの女の子と一緒に遊びたいみたいな人だとやっぱりおすすめかなって思いますね。なるほど、そこでお気に入りを見つけて次の指名につなげるっていう感じにもなるしね。絶対それはあると思います。そこにはやっぱシャワーがないって聞くじゃないですか。そうするとどうやって体とかって綺麗にされてたりするんですか？そうですね、シャワーがないので男性側の場合は女の子がそのおしぼりをこう消毒したおしぼりで男性のそこをこう拭くで終わりで、女の子の場合はお客さんが一人こうついてで帰ってその待機場所みたいなところで全身をこう消毒したおしぼりで拭いてみたいな感じなので、本当に簡易的な感じですね。なるほどなるほど。確かに衛生面、それだと次の人が舐めた唾液だとかが体に残ったまま次の人がなんか舐めたりとかされる感じですか？そうですね、一応拭いてはいるんですけど、急いでる時だともうチャッチャッチャって拭いてすぐもう終わりとかもあるので、やっぱそういうところだとやっぱ衛生面とかはちょっと不衛生だなっていう感じはします。なるほどなるほど。うがいとかってなんか薬使ったりするんですか？うがいはちゃんとうがい薬をこう使ってて、それ用にその液が置いてあってそれプッシュしてそれを薄めてガラガラってやってペッて出すみたいな感じですね。なんかその例えばうがい薬の匂いがそのピンの匂いだとかって、よく言われることとかもなんか聞いたことあるんですよね。そうですね、確かにそれもちょっとありえそうな気がします。確かにピンってめっちゃ独特の匂いしますよね。独特の匂いっていうのはそのうがい薬の匂いなんですよね。多分そうだと思います。そういったところだと性病検査とかって行われたりしてるんですか？まず入ってくる段階で性病検査、性病の危険があるとか一切言われなくて、メスの人から、で女の子とかも性病検査とか全然受けてなくて、だからこそなんかお客さんと女の子の間でめっちゃ性病が蔓延して気づかないうちに感染してるみたいなことも結構よくあると思います。感染してそれが回転でいろんな人に回っちゃうみたいな。そうです。でもそうですね。ちなみにその中でも代表的な性病ってのはどういうのが主に？そうですね、クラミジアと銀病がほとんどですね。あ、そうなんですね。潜伏期間があるからかかってるの気づかなくてそのまま移してしまって、でそのお店の中でめっちゃ流行るみたいな。特に女の子だと銀病もどっちも全然気づきにくくて、ちょっとなんか織物の匂いちょっと臭いなとか、ちょっとなんかおしっこする時痛いなとか、あとちょっと喉痛いなとか、そんぐらいしか全然違和感なくて、男性だと結構膿が出ちゃったりとかおしっこする時痛いみたいなのあったりするらしいんですけど、女の子全然気づかないので、その気づかないままお店に出てで移しちゃうってことは多分絶対よくあると思います。なるほどなるほど。そうやって蔓延してる感じなんですね。そうですね。でも簡単に治る、ジスロバックとか飲めば治る病気なので。そうですね、簡単に治る病気ではあるんですけど、すぐにかかっちゃうのこともあるかもしれないので、って感じですね。ありがとうございます。ピンサロっていうのは未経験の子でも活躍できるんですか？そうですね、多分数業界未経験の子の方が多いと思います。だからこそ素人の女の子とかでもなんか入ってちょっと経ったらもう人気のランカー、人気上になっちゃうっていう子もいますね。そうなんですね。なるほど。すごい、じゃあ夢がありますね。努力がすぐ結果になる業界と言えます。そうですね、すぐ入った子でもやっぱり接客がうまかったり可愛かったりとかするとやっぱすぐになんかこう指名が返ってきたりとか、よくありますね。なるほどなるほど。努力が報われる素晴らしい世界で、風俗の中ではかなりね、僕は面白いと思いますけど。ピンサロでは未経験の子には研修とかってあるんですか？そうですね、一応なんかお店の人からこう一通り
その接客のやり方みたいなのは教わるなっていう感じです。でもなんかこう実際になんかお店のそのボーイさんがこう服脱いで研修して実際にこうプレイするみたいなことはないですけど、なんかどういう姿勢でどういう流れでやっていくのがいいよみたいな、それぐらいのことは一通りこう学んでからお店にこう退入するっていう感じですね。なるほど。じゃあ実際に触られるとか触るとかはなく、ただ口頭で聞いてイメージをするという。まあ、口頭だけっていうほどではなくて、まあほぼ密着はするんですけど、もう服を脱いでみたいなことがないって感じですね。ああ、なるほど。なんかどんな。そうですね。例えば、うんなんかもうこんな感じぐらいはありますね。あ、なるほどなるほど。そうですね。軽くこうギュッてしたりとか、こうこんな角度でこんなことするんだよみたいなのはありますね。あ、なるほどなるほど。研修の時とかって時給とかは出れますよね。あ、研修の時っていうかまず体験入店なんですけど、体験入店の時は体験入店1日いくらみたいなもので料金出ますね。なるほどなるほど。体験入店だといくらぐらいなんですか？何時間働いて。そうですね。覚えてないんですけど、確か4、5時間働いて3万円から5万円ぐらいだった気がします。ああ、なかなか悪くなさそうな感じですね。そうですね。まあでも実際の入る時は時給になっちゃうので、その体験入店の金額の高さで、女の子をこう集めてるっていうところもあるのかなって思います。なるほどなるほど。面白いですね。戦略としてもね。はい、ピンのなんか時給とか、あと待機してる間の時給とかってどれぐらいなんですかね？基本的に待機してる時、お客さんとこう一緒にプレイしてる時間じゃなくても1時間2000円最低出て、でプラスでお客さん1人つくごとにフリーだと500円で指名だと1000円、で本指名って言ってその2回目以降を指名してくれるお客さんだと2500円から3500円、だいたい3000円ぐらいがバックでプラスで返ってくるって感じなので、普通にこう1時間丸々お客さんがついて、4000円ぐらいって感じですね。なるほどなるほど。詳しくありがとうございます。じゃあその他なんか賞与とか他の給料とかある？そうですね。なんか1日にその何本以上指名が入った女の子にプラスでこうお金が入ってくるみたいなのはありますね、確か。ちょっと詳しく覚えてないんですけど。じゃあ今までで最高月収とか最高の日給とかってどれぐらいもらえました？そうですね。最高だいたい8時間くらい働いて、5万円弱ぐらいかな。そんぐらいですね。あ、なるほど。結構良さそうな感じですね。乳首さんって今まで指名数ランキングとか指名比率ランキングとかでランクインされたことあります？そうですね。なんかそうですね、週間とかでも入ったことあるし月間とかでも入ったことありますね。すごいですね。なんか見た目もめっちゃ可愛らしいし、しかもスタイルも良くて、ありがとうございます。接客も相当お上手で、その上テクニックもものすごいってことですね。いやわかんないですけど、そういうことになりますかね。そういうことですよね。かもしれないです。ランカーとかになると給料面もそうだけど待遇面とか、周りのスタッフの対応、お客さんの対応、あと周りの上からのリスペクトだとか、そういうのって変わったりするんですか？そうですね。待遇とかそういうのは給料はその分バックで入るとか以外はあんまりないんですけど、私の場合はなんか日記が割とこううまいみたいな感じで言われてたので、なんか他の女の子になんかこう写メ日記の写真の撮り方とか教えてあげてとか、日記のこととか教えてあげてとか、そういうのはありましたね。なるほどなるほど。じゃあ可愛い新人の教育係じゃないけど憧れの先輩みたいな感じにはなってきたんそうですね。そんな感じにはなると思います。それこそお店のその紙みたいなところにその今月この子が何人指名がついたみたいなグラフがお店に裏側にあって、でなんか女の子自身もなんかもうそれ見てこの子今何人お客さんついてるんだっていうの分かっちゃうので、それ見てこの子は今
こんだけ指名の人がいてこの子次何位くらいになりそうみたいなのは、なんとなく女の子でもちょっと意識したりとかはしてるかなって思います。なるほどなるほど、ありがとうございます。指名を取るのに大事なことって何ですかね？まあいくつかあると思うんですけど、まあもちろんルックスとか、まあプレーの内容とかもまああると思うんですけど、一番大事なのはまあ愛嬌というか、まあお客さんといかにこう恋人みたいにラブラブ接客できるのかってとこは一番大事なのかなって思います。ああ、そうかそうか。じゃあ疲れを癒しに来てるから、そういうなんか適当な態度とかじゃなくて、ちゃんと誠意を尽くして愛してますよみたいな感じのそうですね。雰囲気を言葉ではなく体で伝えるという。そうです。もちろん言葉もあるかもしれないんですけど、やっぱりこう一緒に恋人みたいにイチャイチャできる空間を作ることがやっぱりこう一番指名取るポイントかなって思います。素晴らしいですね。じゃあ本当に恋人になりきれる能力が店のベスト5本の指に入ってたってことですからね。そうですかね。すごい実力ですよね、それは。嬉しいね。乳首さんの売りとかさ、得意技とかってありました？そうですね。まあいくつかあるんですけど、まあなんかお客さんばかからいいって言われてたのは、まずなんかめっちゃディープキスがめっちゃなんかこう濃厚みたいな感じで言ってもらえたりとか、あとはフェアがこうなんですかね、もうしっかりこうジュポジュポ奥までギューって感じでやるっていうところですかね。たまんないですね。なるほどなるほど。接客の流れとかってどんな感じで？はい。まず女の子とお客さんで「はじめまして」っていう風に会って、でまずはお客さんの膝の上に女の子が乗っかって、あの子は